吊るして使える折りたたみティッシュケースの作り方です。今回はこのように蓋付きにして開くと吊って使えるようにしました。裏地付きです。出来上がりサイズが横幅13センチ、縦は28センチです。箱ティッシュからティッシュを出してこの入り口のところから入れ替えるタイプです。開けた時に方向通りになるように作ったので、閉じると逆さになります。気になる方は方向のない生地で作ることをおすすめします。材料はこちらです。28×30 センチが2枚と 14.5×9 センチが2枚。D 缶用の布が 4×4 センチ2枚。D 缶は 1.5 センチ幅が2つ。100均の持ち手です。ホックは手でつけられるタイプを2組用意します。本体を作ります。縦が30センチになるように置いて、半分に折って軽くアイロンを当てます。表同士が合うように合わせます。端から5センチずつに印をつけます。端から5センチずつ縫います。端は返し縫いをしておきます。反対側も端から5センチを縫います。裏同士を合わせて開きます。ここがティッシュの入り口になるので、開いたらアイロンを当てます。このままでも良いですが、出し入れするところの端を縫います。開き口は 2,3 回返し縫いをしておきます。端を 2,3 回返し縫いをして布端を縫います。また端を返し縫いします。次に蓋を作ります。蓋用の生地は表が内側になるように合わせます。カーブを描いて切り取ります。5センチカーブを描きます。10センチぐらいのお皿でも良いです。線の上を切ります。表が内側になるように合わせて1センチの縫い代で縫います。カーブを縫うときはマグネット定規のこの細いところを真ん中に合わせると縫いやすいです。縫い代を5ミリぐらいカットして表に返します。
蓋の真ん中とこのティッシュの開き口の切り替えのところを合わせます。半分に折って合わせてクリップで留めます。D カンをつけるときは蓋の端に D カンの端が来るように作ります。D カンの幅に合わせて三つ折りをします。D カンに通して蓋の端に留め替えます。少しだけ内側にします。反対側も同じように D カンをつけます。端から5ミリくらいのところを仮縫いしておきます。表同士を合わせて留めます。反対側も同じように表同士を合わせます。端を1センチの縫い代で縫います。縫い代を開いてアイロンを当てます。ちょっと当てにくいですが、アイロンの先を使って開きます。開けた時に蓋がない方を表にします。蓋が内側に入っていることを確認して真ん中を合わせて留めます。1センチの縫い代で縫います。蓋のある方は D カンが内側に入っているか確認します。
縫い代を5ミリくらいカットします。表に返します。角出しなどで角をきれいに出します。端から1センチを縫います。蓋がなるべく下に閉じたままにしたいときは、閉じた形で縫っても良いです。今回は開いて縫います。蓋側を縫うときに D カンが下に向かないように注意します。蓋側が1センチで縫いにくいときは端から 1.5 センチでも良いです。蓋は閉じた形でアイロンを当てておきます。ホックをつけます。ホックの付け位置は開いて真ん中から 2.5 センチ、上から 4.5 センチのところに穴を開けます。真ん中から 2.5 センチに印をつけて、上から 4.5 センチのところです。透明定規を使うと簡単に印がつけられます。真ん中から 2.5 センチ、端から 4.5 センチです。最初にこの2箇所に穴を開けます。穴を開けたら下から折り返して蓋を閉じます。左右のバランスも確認してから穴を開ける印を書きます。まず蓋からつけます。D カンのある方が表です。ここは内側から開いて穴を開けます。後ろから平らな面を出してホックをつけます。こちらはセリアで売っている持ち手です。D カンもついているので、このセットを使うと D カンは用意しなくて良いです。
持ち手をつけたら出来上がりです。マジッククリップ6個入りです。このように先が細くなっているので、つけたまま縫うことができます。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。スライドゲージ、このように動いて固定することができるので、印付けに便利です。返し口の印をつけるときも、例えば7センチなら7センチに合わせて、これで簡単に印がつけられます。他にも円が描けたり紹介動画もあるので、そちらをご覧ください。